皆さん、こんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回はツアーボックスさんのご提供により、ツアーボックスエリートプラスのレビューをしたいと思います。ツアーボックスシリーズかなり有名なので知らない人はいないんじゃないかなと思いますが、念のために説明すると、こちらクリエイター向けに作られた片手デバイスになります。これがね、本当にかゆいところに手が届くめちゃくちゃいい片手デバイスで、今クリエイター用片手デバイス界のトップと言っても過言じゃないシリーズになります。そんなツアーボックスシリーズについにやってきました。このツアーボックスエリートプラス、なんと iPad で使えるんです。最近は iPad でね、仕事をするプロクリエイターさんすごい増えてきているんですが、 iPad で使える左手デバイスが本当に少ない。あとこれ PC でも作業するクリエイターさんあるあるだと思うんですが、iPad と PC で操作が変わるともうめちゃくちゃ作業効率落ちるんですよね。そんな中、このツアーボックスエリートプラスは iPad で使えるだけでなく PC でも使えちゃって、しかも気軽に切り替えられるんです。PC と同じ片手デバイス、ほぼ同じ操作で iPad でも絵が描けちゃうんです。これやばくないですか？これがあれば iPad 絵描きさんの作業効率がめちゃくちゃアップすると思います。今回なんですが、ツアーボックスエリートプラスいろんな方がね、レビューしているので、せっかくなんでここはマユルが感じたメリット、デメリットをしっかりね、皆さんに紹介して、マユル的に買うべきなのかというところをね、本音でレビューしちゃおうかなと思います。購入を考えている方はぜひね、参考にしてください。それでは早速レビューしていきましょう。それでは使う上で iPad との接続ってどうやるの？何ができるのっていう方多いと思いますので、まずはね、実際にやっているところをお見せしていきたいなと思います。まず、専用アプリをインストールしていきます。アプリをインストールしたら開いて、デバイスを追加でペアリングを押していきます。そしたら Bluetooth を押して、Bluetooth の設定画面を開きます。蓋を開けて、電池に入っているシートを取り除いて、電源をオンにして、こちらのね、ボタンを長押しすると、はい、ここがピカピカピカとした状態で、その他のデバイスのところにツアーボックスエリートプラスが表示されました。そしたらクリックして接続していきます。ペアリング。はい、これで接続完了です。接続をしたらアプリに戻って、まずはね、ファームウェアを更新しましょう。ファームウェアっていうのはこのツアーボックスの中にあるソフトの更新のイメージですね。アプリから最新の状態にしておきましょう。そしたらボタンの設定なんですけど、元からこのようにプリセットがあるので、とってもね、設定は簡単です。ここから自分がよく使うソフトのプリセットを押すだけでこのように設定できます。後で詳しく説明しますが、もちろんね、こちらカスタマイズすることもできます。これだけでもう使えるようになりました。簡単ですね。さてさて、お待たせしました。メリットデメリットについて紹介したいと思います。まずメリット。こちらね、たくさんあるんですが、個人的に一番のメリットは、ダイヤル式のシームレスなキーが3つもあることです。この3つのくるくる回るキーですね。これは何より一番の魅力だと思っています。絵を描くときって画面の拡大縮小やブラシの大きさの変更、ブラシの不透明度の変更など、とにかくダイヤルで操作したいことって多いんですよ。でも大概の片手デバイスはこういうダイヤルって一つしかついていないんです。そんな中、ツアーボックスエリートプラスはダイヤルが1、2、3、3つもついていて、その上すごくしっかりとした作りをしています。かなり丈夫ですごく高級感があります。またダイヤルもただのダイヤルではなく、このカチカチカチって音聞こえますか？これってわざと出している音で、自分がどれだけ動かしたのかっていうのが直感的にわかるようになっていて、正確に操作できるようになっています。ダイヤルが3つついていて、しっかりとした製品である。これがツアーボックスエリートプラスの一番のいいところだとマユルは思っています。ボタンの配置も一見難しそうですけど、実際こうやって手に持ってみると、いいところにあって全部とっても押しやすいんですよね。そして2つ目のメリットなんですが、かゆいところに手が届く設定ツールです。だいたいね、本体に目が行きがちなんですが、ツアーボックスエリートプラス、設定ツールが神がかっています。設定ツールでは、まずね、こちらすべてのキーにもちろん好きな機能を割り当てることができます。その時にツアーボックスの方のボタンを押すと、
その設定欄にすぐにアクセスできるようになっているのがめちゃくちゃいいです。その時にキーボードのボタンを設定したり、また iPad の機能を設定したり、アプリの機能を直接設定したりすることができます。キーボードのキーを設定する場合は、機能名を自分で入力することもできます。また、各アプリに対して別々のプリセットを設定できる点もいいところです。さらに同じアプリでも作業別にプリセットを作成することもできちゃいます。例えばクリップスタジオペイントだったら漫画を描くとき用、イラスト用みたいに別々のプリセットを作成できちゃいます。で、ボタンなんですが、もうこれだけあるので足りないってことはほぼないんですが、もっとたくさん機能を登録したいよっていう方は、ボタンのシングルクリック、ダブルクリック、組み合わせも設定できるので、足りなくなることはほぼないです。と、こんな感じで、これやりたいのにできないっていうことがね、ほとんどない、かゆいところに手が届く設定ツールになっているんです。正直、こんなに設定しやすくて、またやりたい設定ができるツールってなかなかないので、かなりおすすめポイントです。はい、そして3つ目のメリットは、冒頭でも少し触れましたが、PC と iPad の接続を簡単に切り替えられることです。ツアーボックスエリートプラスは2つの PC、もしくは PC と iPad の間で接続を簡単に切り替えることができます。iPad で絵を描くのは好きなんだけど、どうしても PC 作業は切り離せない。そんな絵描きさん多いと思うんですが、PC と iPad で操作が変わると作業効率がめちゃくちゃ落ちるんですよね。頭がこんがらがったり、あれができないってイライラする感じ。それがツアーボックスエリートプラスで解消できるのは本当に大きなメリットだと思います。これだけいいところがあるツアーボックスエリートプラスなんですが、一つ大きなデメリットがあるんです。それはめちゃくちゃ高いことです。なんと定価が税込み 43,967 円ということで、なかなかにね、高いお値段となっています。ただ、こんなに高いのに使っているプロがたくさんいるっていうのは、やっぱり作業効率なんですよね。片手デバイスってデジタルクリエイターからすると自分のね、腕をね、買うようなもので、作業効率そのものが直感的でスムーズであればあるほど作業効率が上がります。それに気持ちよく作業できると作るもののクオリティ自体も変わってくるんです。なのでクオリティや時間を買うって考えると、この値段を払ってでも手に入れるクリエイターが多いのかなって私は思います。それでは最後にお絵描きしている様子を見せながら、ツアーボックスエリートプラス買うべきかっていう話をしたいと思うんですが、結論から言いますと、お金に余裕がある人、また時間やクオリティを買いたい人、この2つならすぐにでも買うべきだと思います。特に iPad と PC 両方で作業することがある人は効率がものすごく上がるので、コスパはめちゃくちゃいいと思います。あとは iPad 用の片手デバイスが欲しいっていう人も、そもそも選択肢があまりないので、良いもの欲しいってなったらツアーボックスエリートプラスになるのかなと思います。で、これ買わなくてもいいんじゃないかなっていう人は、 iPad をそもそも使わないよっていう人や、そんな金額は出せないよっていう方ですね。そんな方には iPad 接続機能のないツアーボックスエリートっていうのもあって、iPad 使わない人はそちらだと少しね、安く買えるのと、あとは安いモデルのツアーボックスライト、ツアーボックスネオなんかもあるので、ぜひね、そちらもチェックしてみてください。それにツアーボックスエリートだとナチュラルシリーズっていうのがあって、それだといろんな色があって可愛いんですよ。自分はグリーンがおしゃれだなって思っていて、ツアーボックスエリートプラスでもいろんな色出てほしいですね。そんなこんなでいろいろシリーズがあるので、こちら概要欄にツアーボックスエリートプラスをメインとしたリンクを貼っておきますので、ぜひリンクからチェックしてみてください。それではツアーボックスエリートプラスレビューでした。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では